こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は中小企業省力化投資補助金について解説をしていきたいと思います。この補助金、2024年もありました。以前も動画ではご紹介はしているんですが、ただ少し使い勝手が悪いということで、あまり人気のない補助金であったというのが実際かと思います。この補助金ですね、そういった不満を受けて2025年少しリニューアルをして新たに生まれ変わってスタートという形になります。この2025年変わった中小企業省力化投資補助金の概要について解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは中小企業等を含めて企業の倒産状況について見ていきたいと思います。そしてその倒産の要因と倒産状況の今後について、そして今回ご紹介をする中小企業省力化投資補助金ですけれど、以前はですね、カタログ注文型と言われるものだけだったんですけれど、2025年からは一般型というのが新設をされました。こちらでですね、少し使い勝手が良くなったかなというふうに思いますが、ただものづくり補助金と少し類似をしているといったところがありますので、どちらを使うかは会社によって判断をしていただければというふうに思います。そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはですね、昨今の倒産状況を見ていきたいと思います。最悪の倒産状況ということでですね、2023年の倒産状況については8690件だったのに対して、2024年はとうとう1万件を超えて1万6件という形になっております。1万件超えにつきましては11年ぶりということで、さらにですね、2025年になって1月の統計出ておりますけれど、こちらもですね、1月単月で前年同月比で 19.8% 増という形になって、まだまだ倒産が伸びていくといった状況になっております。そして倒産をしている業種ですけれど、10産業のうち8産業が前年を上回るという状況でありまして、では、前年を上回っていない2産業何かというと、金融保険業と不動産業という形になっております。従いまして、まだまだ今後倒産が増えてくるという状況の中で、ではなぜ倒産が増えてきているのかというと、ポイントとしてはですね、全部で3つ考えられます。まずは税金関連倒産ということで、こちらが前年比で 1.9 倍、2013年以降で最多という形で、税金の支払いに困るといった状況。そしてですね、最近、よくニュースで見ますけれど、物価高ですね。物価高倒産というのが2年連続で増加をしているという状況になっております。そして最近増えてきているのが人手不足関連倒産ということで、こちらも前年比で増えてきている。この人手不足に関連する倒産につきましては、求人難による倒産、人件費高騰による倒産、従業員退職による倒産と様々ではありますけれど、やはりですね、人が足りないといった状況での倒産といったところになるかと思います。求人難に関しましては、もう国内では人の採用が難しいという形になってくると、今後外国人雇用というのも検討しなければいけない。また、退職による倒産であるならば、やはりですね、労働環境の整備といったところでダイバーシティ経営というのが見直されておりますので、そういったダイバーシティ経営の取り組みというのが重要になってくるかと思います。そして今後ですけれど、税金関連倒産が前年比で 1.9 倍となっておりますが、そしてさらにですね、今後、今議論されておりますが、厚生年金の適用拡大というのがまたどんどん広がってくるという形になると、余計中小企業においては税金負担が増えてきて、倒産の懸念が高まるという状況になっております。また、人手不足関連倒産、採用が難しい人件費が高騰してくるという場合でありますと、やはりですね、余力のあるうちに設備投資をして、省力化、省人化を進めていくということが必要になってくるかと思います。そんな中でですね、使い勝手が良くなった今回の中小企業省力化投資補助金について解説をします。まずはですね、従来からありますカタログ注文型と言われるものですが、
この中小企業省力化投資補助金というのは、簡易で即効性がある省力化投資を促進をしていて、人手不足解消を行い、付加価値額、生産性向上、そして賃上げにつなげることを目的としたものではあります。そして補助上限につきましては、従業員数によって差はありますけれど、200万から1000万。賃上げをした場合には最大1500万で、補助率は2分の1という形になっております。そして、どのような設備投資が行えるかといったところですけれど、ここはですね、対象は補助対象としてカタログに登録された製品というのに限られているという形になりますので、IT 導入の補助金に少し似ているという形ですが、このカタログがですね、非常に批判が多かったところではあるんですが、こちら2025年の2月の28日から、カタログを充実させるために少し内容が変わってきて、従来はですね、製造業者さんからの招待がなければ登録できなかったんですけれど、販売業者さんが自ら登録ができる形になって、今後どんどんカタログが充実していくというのが期待ができるというふうに考えております。では、このカタログですけれど、どういったものがあるのかと言いますと、全部でですね、20カテゴリーぐらいあるんですけれど、当初は9カテゴリーぐらいだったんですが、随分増えてきたという形になっております。このカテゴリーの中から、ご自身の会社で導入をしたいものを選んでいただくという形で、今現状339製品が登録をされています。ただですね、後半に増えてきたカテゴリーに関しては、まだ登録をされていないものも結構ありまして、多くの場合は、前半の部分のカテゴリーから選ぶという形。なので、こちらに関しましては、カタログが充実するのを少し待ってから使っても良いかというふうに思っております。そして、なかなかこういったカタログからは選べないという声がありまして、2025年からはですね、一般型と言われるものが新たに作られました。こちらはですね、オーダーメイドですとか、セミオーダーメイド性のある設備導入ですとか、システム構築に対応したものという形。こちらはですね、公募改正でですね、事業計画を作る必要が出てきますけれど、審査期間は約3ヶ月というふうに言われております。その事業計画につきましては、労働生産性が年平均成長率 4% 伸びるような計画を作るという形になっておりますが、この一般型につきましては、カタログ型よりも補助上限が大幅に引き上げられているという形で、賃上げを行った場合は、従業員の人数にもよりますけれど、最大1億円という形になる。またですね、中小企業では2分の1ですが、小規模の企業、再生企業につきましては3分の2と、補助率が少し引き上げになっているといった状況ですので、こちらですね、少し使い勝手が良くなっているという形です。そして何回か公募が行われると思いますので、ぜひですね、こちらの方を使っていただきたいと思います。そして最後に注意点とまとめですね。やはり人手不足という中で設備投資は重要にはなってくるんですが、やはりですね、既存の従業員の活用というのも非常に重要。またやはりどうしても人というのは必要になってきますので、自社のですね、業務の内容、そして今の人材の状況を活用してですね、様々な観点から人材活用、採用を進めていってほしいと思います。環境につきましては外部の環境からなのか、内部なのか、そして性別ですね、男性なのか女性なのか、そして最近は LGBT といったところもあります。また国籍に関しましても、もう日本の国籍なのか、海外の国籍なのか、年齢に関しましても若者なのか、中間層、働き盛りの方なのか、そして高年齢者の労働者増えてきておりますので、高年齢者を活用していくのか、また、携帯につきましても、フルで働いてもらうのか、フル以外なのかとですね。あとは雇用に関しても、もう正規なのか、非正規なのか。そして、勤務時間に関しましても、フル以外の場合の正規というので、短時間正社員制度というのも最近注目を浴びております。こういった形でですね、様々な働き方に合わせた自社の業務を用意をしていくというのが非常に重要になってくるかと思います。様々な人が働くことができて活躍できる組織づくりというのが非常に重要になってくる。これはですね、最近言われる D&I と言われるダイバーシティ&インクルージョンと言われるものになりますので、やはり様々な人が働き、そして能力が発揮できるインクルージョン、そういったところの取り組みを進めていってほしいと思います。
今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。